シダがメインになるんですよ。三角がちょっと中心に寄りすぎてて気持ち悪いんで、もうちょい全体こうしたいかな。トロピカルリバーとコロラドを混ぜてます。その化粧砂とその石の色味がちょっと馴染む感じになると思います。あくまでシダの水槽でテープ系とかポイントで植えるだけなので、結構フルフラットな感じにしといて、後々根っこが根付いてきてから足すでも全然ありかなって感じがしてます。この重心のところはちょっと上げておきたい。ここまでモスはボサボサにならなくてもいいかなと思ってます。エリアごとに差があるんで、自然の摂理で最終的に残ってくれるのがきっと正解なんだろうなっていう。残りそうなところには考えてつきはするんですけど、今線がかなり強い構造なんですけど、そこの線をちょっとシダ系でぼかしてから他の有形だったりとか、後傾層のバランス決めていこうかなと。本当にもう一層としてこうシダの間をこう魚たちがこう泳いでいくような世界観、多分ビフォーアフターでかなり差が出る。まだ仮付けです、最初は。レプサは比較的光に対して向くんですよね。で、コサムナローの方はどちらかというとこう沈むんで、組木みたいにつないでるんですけど、そこの部分をまずシダで。印象変わったような感じですよね。この段階でも。
4種類ぐらいですかね。モンテコリア、ナナ、バルテリー、ブラブラかな。最近なんてようやくなんか中継層の置き方が分かってきました。シダをうまく配置できないっていう悩みがずっとあって、感覚的に分かってきたので、あるべくとこにあるよねみたいな感覚が。まあ、マットについてますけど、これはハグかな。どうだろう。マットでいければ、こうマット自体にも根付いちゃってるから、できればこのまま置きたいです。このまま固定できるのが一番植物にとってストレスがないかなと思うんですけど。テラライス。ビールトリコロールとフラワーとシペルス、アーベルディですかね。あとノーパスで、このポケットのところが結構味になるはずなんです。あそこにタイガーロータスのレッド系を入れて最後に振っていく感じがいいかな。影が落ちやすいレイアウトなので、陰性植物をどんどん群生させていきたいですね。この下はもう光がめちゃめちゃ遮られるので、逆に陰性植物を植えるには絶好の場所かもしれないですね。ブリクサー全部共通ですけど、浮力が強いので、なるべくこう深めに入れてあげた方がいいです。これをちょっと群生で、ポイントでちょっと入れたいんですよ。これがトータラスキンのフラワーですけど、赤みが強いし、葉っぱの広がりもポップな感じになりますかね。アーベルディのそのテープ状の方が若干葉幅が広いんで、ソーシャライザー細いんで、そこのこう大小大小で分けるとより立体感がある。これめちゃめちゃ重要です。ここに薄くテープが流れてると良い感じになると思います。